ところで、カルタゴは滅ぼさねばならぬ。主要な都市がこんな風にあって、今ピンク色で示したのが、こんな感じですか。無理なんですよ、これは。これ、ショースキピオとプリビオス。次に滅びるのはローマであろうか。ごきげんよう、世界史の時間です。第二次ポエニ戦争が終わったのが前201年ということで、これ以降、前2世紀に入っていくわけなんだけれども、その頃ローマはどれくらい領域を広げていったのかっていうことですね。地中海世界へとどんどん広がっていって、その領域を拡大していって、第3次ポエニ戦争が終結するのが前146年のことです。要するに、前2世紀の中頃ぐらいまでに、ローマの領域ってどれくらい増えたのか、そんな話を今日はやっていきたいと思います。はい。まずはガリア・キサルピアですね。イタリア半島の根っこのあたり、どうなっていったのか。第二次ポエニ戦争の頃、ハンニバルの侵攻に呼応してガリア・キサルピアの人々を離反していたわけですね、ローマから。で、実際にローマはこの辺りの支配を断念していたんだけれども、第二次ポエニ戦争が終わった後、再征服に乗り出して、結局前191年のことです。10年かけてガリア・キサルピナはまたローマの元に戻ってきました。戻ってきたっていうか、また支配されることになるわけですね。リグリアってすぐ近くにあるけれども、ジェノバがあるところだな。あの辺りは、ここからまた40年近く頑張るんですね。前155年に、結局リグリアもローマに再征服されることになるんだけれども、イタリア半島の北部はだいたいこれくらい、つまり前2世紀の中頃にはまたローマに戻ってくることになりました。はい、というわけで、地中海世界、主要な都市がこんな風にあって、今ピンク色で、濃いピンク色で示したのが、ちょうど第二次ポエニ戦争が終わった頃のローマの支配領域ですね。で、ガリア・キサルピナは一体どうなったのか。はい、というわけで、ガリア・キサルピナに接近してみましょう。今パッといってピンク色になったところが、第二次ポエニ戦争が終わった頃のローマの領域。ここからと、こんな感じでね、前155年までにリグリア含めて、アルプス山脈がこうあるわけなんだけれども、このアルプス山脈の内側っていうのかな、キサルピナっていうのはこっち側のって意味だけれども、この辺りが領域として再編入されたわけですね。はい、次はヒスパニアですね。第二次ポエニ戦争を、やらかしたっていうのかな。ハンニバルの拠点だったのが、このヒスパニアだったわけなんだけれども、ここも結局ローマがいただくことになります。で、2つの属州がまず置かれることになるんだけれども、ちょうど地中海沿岸にこう沿うような形で、ヒスパニア・キテリオルとヒスパニア・ウテリオル、こちら側のヒスパニア、向こう側のヒスパニア、わかりやすいですね。なんていう風に2つの属州が作られるんだけど、じゃあキテリオルとウテリオルの境目ってどっかって言ったら、それがカルタゴノアなわけですね。まさにハンニバルの拠点だったところ。で、ここを境に向こう側とこっち側っていうような風に2つの属州が置かれたわけです。でね、結局ここから内陸部っていうのかな、大西洋側へと領土を広げていくことになるんだけれども、そのきっかけになるのが前181年のケルティベリア族の反乱なわけですね。ここから内陸部へとどんどん勢力を拡大するんだけれども、なかなかヒスパニア広くてね、しかも結構ゴツゴツと勾配もあるので、攻略には時間がかかります。結局完全征服、ヒスパニア全土が完全征服されるのは全24年っていうから、なんと160年近くずっとここで戦いが行われることになるんだね。はい、というわけで、ガリア・キサルピナからヒスパニアへと場所を移していきます。はい、こんな感じ。んで、この2つがキテリオルとウテリオルね、ヒスパニア・キテリオルとヒスパニア・ウテリオルなわけなんだけれども、ちょうど地中海の沿岸に沿ってあるわけですね。ここからこんな感じで内陸部へと広がっていくわけですね。まだ全然
3分の2ぐらい取った感じかな。こっからまた長いわけですよ。150年近く戦いが続くということになるわけですね。最終的にはこのヒスパニア全土がローマの支配下に落ちることになるんだけれども。はい、次、小アジア、ヘレニズム世界ですね。というか、エーゲ海周辺というかね、そっちの方の紹介をしたいと思います。ペルガモン王国、まさにヘレニズム世界の中心みたいなところだったけれども、領土はそんなに大きくなかったけれども、アッタロス一世って前回紹介しました。だけれども、アッタロス一世は、第二次マケドニア戦争の最中に亡くなっています。戦死したってわけではないですね。とにかくでも亡くなっているわけですよ。でも彼が行った新ローマ路線、つまりローマと親しくやっていこうねっていう始めたのがアッタロス一世なわけなんだけれども、これは代々受け継がれまして、で、全133年、この年絶対覚えておいた方がいいです。133年、また後で出てきます。アッタロス3世の時代で、アッタロス3世がお亡くなりになったのがこの全133年なんだけど、アッタロス3世ってアッタロス1世から見ると鉄孫だから息子の甥っ子に当たるんですね。覚えなくてもいいけれども、そんなことは、70年ぐらい後って話ですかの頃にアッタロス3世亡くなると、彼も新ローマ路線を貫いてきた人なんだけれども、彼はなんと遺言で、俺が死んだらペルガモン王国はローマに併合されるぜと残していたそうで、結局遺言通りローマに併合されることになりました。めでたしめでたしというか、平和的にペルガモン王国はローマの領土支配下に入るわけですね。一方、ロードスなんだけれども、こちらはギリシア世界の生き残りというのかな。ローマ側からは文化的に大変尊敬され、リスペクトされた状態が続いています。実際にこの後もローマ人の有力者はこのロードスに留学生とか送ったりしてね、自分の息子を留学させたりして勉強させてますね。そういう状態なので、いわゆる対等な同盟国、完全な支配下っていうわけではないですね。ほとんどもうローマの属州みたいなものにはなっていたようなんだけれども、一応独立国家として同盟国としての地位を維持しています。5だから紀元5ですね。297年というからディオクレティアヌス帝の時代ですね。までずっと属州にならなかったそうですね。はい、というわけで、エーゲ海周辺、ギリシア世界へと飛んでいきます。こんな感じで主要都市ですか。今、コリントスなんてあるけれども、これ後で出てくるので、ちょっと場所を覚えておいてください。で、ロードスとペルガモンが青と紫で、こっちがペルガモンね。で、こっちがロードスね。なんていう感じで今示されているけれども、ここが、こんな感じでね、ペルガモンが全133年にローマの領域になりましたよということを示したわけなんだけれども、この辺りにはまだまだ依然としてギリシア人たちが住んでいるし、マケドニア王国はまだあります。133年だともうないんだけども、全133年だと、とりあえず場所だけ示しておきますよと。なんか先取りになっちゃってね、133年まで行っちゃったので、ペルガモン王国がピンク色になっています。はい、ではそのギリシア、マケドニアあたりはどうだったのかっていう話ですね。アンティゴノス朝マケドニア、ずっとこれまでローマと戦ったり、同盟関係を結んだりと出てきたわけなんですが、ピリッポス5世、長いこと活躍していました。最初に出てきたのは、ハンニバルがカンネの戦いで勝って、で、調子に乗ってハンニバルと同盟を結んだけれども、結局カルタゴが劣勢になると、ハンニバル裏切った人ですね。それがこのピリッポス5世です。結局、第二次マケドニア戦争でこっぴどくやられちゃって、で、それ以降は、新ローマ路線、ローマと親しくやっていたわけですね。ローマ・シリア戦争の時にもローマの同盟国としてシリアと戦っています。で、そのピリッポス5世が全179年にお亡くなりになると、息子のペルセウスが後を継ぐわけなんですね。だけれどもペルセウスとしては、俺はマケドニアの王様だ、ローマなんかには従わないぜということで軍備強化を図ります。そして勢力拡大を企むわけですね。すると、隣のペルガモン王国、まだ全171年のことなので、まだペルガモン王国生きています。で、ローマに助けを求めるわけですね。またなんかマケドニアが暴れそうだよ、助けてローマなんて感じでな。すると、これを口実にローマがマケドニアに宣戦布告して、第3次マケドニア戦争始まるわけですね。
でもね、結構ペルセウス頑張ったんだよ。なんかギリシア世界の保護者ずらして攻めてくるローマに対し、ペルセウス軍結構頑張りまして、何度もこれを撃退しております。で、領域も結構広げていきました。このまま行くと、ギリシア世界はまたマケドニアの手に落ちてしまう。というところで、やってきたのが、ルキウス・アエミリアヌスっていう人なんですね。で、この人率いるローマ軍と、前168年に行われたのがピューダナの戦いと言います。で、結局このピューダナの戦いで、マケドニア軍負けてしまいます。結果、アンティゴの主張は滅亡することになりました。ペルセウスは殺されはしなかったけれども、ローマまで引っ立てられていって、見せ物にされています。この後ね、解放されて、あとは静かに余生を送ったそうなんだけどね。だから殺されてはいないです。でも、アンティゴの主張はこれで滅亡し、マケドニアは4つの自治領に分割されて、ローマの監視下に置かれることになります。アンティゴの主張滅亡ってことなんですね。そして、マケドニアと同盟組んでいたイリュリア、やめときゃいいのにな。このイリュリアもローマに征服されます。あと、エペイロスですね。ここはね、ちゃんと中立保っていたんだよ。でもなぜか、因縁つけられてローマに征服されてしまいました。エペイロスも滅亡ということになります。これはアエミリアヌスに対してごめんなさいしているペルセウスということで、こちらがペルセウスですね。で、こっちがアエミリアヌスということです。間にいる人はこれ通訳かなんかやっているのかな。結局こうしてマケドニアは滅亡する。マケドニアが滅亡するというよりはアンティゴの主張が滅亡したというわけですね。はい、領域で言うとこんな感じ。緑色がアンティゴの主張、赤がエペイロス、そして黄色がイリュリアです。アカイア同盟っていうのがありますね。で、これがローマと当時は同盟を組んで戦っていたわけなんだけれども、これがこんな感じになった。一応まだ4つの自治領ということでマケドニア残っているので薄いピンク色にしました。実質もこれローマの領域だと思っていいです。で、イリュリアとエペイロスはもう完全にローマの属州はまだ置かれていないんだけれども、完全に支配下に置かれたっていうことですね。はい、マケドニアの続きなわけなんだけれども、前148年のことでした。アンドリスコスっていう人物がいまして、で、この人が、俺はペルセウス王の子供なんだぜ、ピリップス6世だと、戦勝っていうけどね、要するに嘘をついて、俺はペルセウスの子供だぜ、暴れるぞ、ローマから独立するんだってやったわけですよ。で、反乱を起こしたわけですね。こうして始まるのが第4次マケドニア戦争です。でも結局うまくいきませんでした。前146年、これもね、色変えて黄色くして146年示しておいたけど、とても大事な年なので覚えておくといいです。前146年、ついにマケドニア滅びて、マケドニア属州としてローマに完全編入されることになりました。同時に前146年に隣のトラキアですね、東の隣です。トラキアもローマに屈服することになります。でね、ギリシアですよ。さっきちょこっと紹介したアカイア同盟なんだけれども、ギリシア人ってローマからすごくリスペクトされていて、留学生なんかも随分ギリシアに送ってね、で、ギリシア文明っていうのかな、ギリシア文化をすごく愛していたんだけれども、逆にギリシア人ってすごく調子がいいわけですよ。なんかひいきされているっていうところもあって、なんか都合が悪くなるとすぐにローマにお願いする。だけれども、そのローマはどうかって言ったら、バルバロイとして見下しているわけでしょ。あいつら野蛮人だ、みたいな感じでね。俺たちの文化に憧れちゃって、なんかひいこら言ってるけど、力はあるかもしんないけど、所詮野蛮人だしね、なんていう感じで調子に乗っていたわけですよ。でね、今回も、マケドニアがほぼ滅ぼされちゃって、この間の第3次マケドニア戦争の頃だけどね。あの辺りからまた調子に乗りまして、で、ローマがさらにギリシャへのその介入っていうのを強めていくと、なんとアカイア同盟の人々は、ローマめ、調子に乗るなよ。俺たちの文化を受け継いでお前たち文明人にさしてもらったんだろう。俺たちに従ってりゃいいんだよ。俺たちの傭兵として戦ってりゃいいんだよ。なんていう感じで、非常に調子に乗ったわけですね。さすがにローマも頭きまして、ふざけんじゃねえとことになったわけです。で、始まるのが、いわゆるコリントスの戦いと言います。前146年のことでした。司令官として向かっていったのがルキウス・ムンミウスという人です。結局ね、アカイア同盟完敗します、ローマ軍に。そしてコリントスの町はめちゃくちゃに略奪された後、完全に破壊されてしまいました。
こうして全146年、ギリシア全土がマケドニア属州に編入されることになります。ついにギリシアも滅亡です。ほら、全146年だよ。この人がムンミウスで、なんか下の方、こっちかわいそうだな、子供だな、これ赤ちゃんみたいな子供、幼児がなんか連れて行かれて、その隣で多分お母さんなんだろうね。で、これお父さんなのかな、殺されてしまいました。後ろの方、煙が出ています。これ全部女性だけれども、これから奴隷にされちゃうんだろうね。そうです。コリントスで生き残った人々は全部奴隷として売り払われてしまいました。こんな感じでコリントスは完全に破壊されることになります。はい、というわけで図解すると、こんな感じですか。エーゲ海一帯がローマの領域に編入され、このピンク色の部分、この辺りがトラキアです。一応まだ薄ピンクにしたけれども、この後ここも属州にされていきます。クレタ島がまだ残っているね。ここまだ頑張っていますね。はい、最後に第3次ポエニ戦争のお話ですね。第2次ポエニ戦争、最終的には影の立役者っていうのかな、ヌミディア王マシニッサっていう人がいて、でこの人がカルタゴを裏切ってローマ側についたことによって、カルタゴは負けちゃったっていうことがあるんだけれども、このマシニッサが怪物なんだよ。結構90歳で亡くなるんだけれども、なんと83歳の時に子供作ってます。かっこいい。で86歳まで実際に馬に乗って陣頭指揮取って部隊動かして略奪とかやってんのね。すんげえ人だなと。で第3次ポエニ戦争が始まって、その途中のその間にっていうことですね。シニスタ90歳でお亡くなりになっていますが、それまで何度もこのカルタゴ領に侵攻しています。一方カルタゴとしてはローマとの条約によってローマの許可なく戦争をやってはいけませんということがあったので、ヌミディアが襲ってきても戦えないんですね。だから略奪され放題ということになっていました。だからそのたんびにローマに何とかしてくれって仲裁仰ぐんだけれども、基本的にローマはカルタゴのこと嫌いだから、ヌミディアに有利な判定っていうのを続けるわけですね。そんなのがずっと続いていた。これはカルタゴとしては困るよね。そんな時に、ところでカルタゴは滅ぼさねばならぬ。大加藤ですね。カルタゴが本当に憎たらしいというか、おそらく彼はローマ人たちがギリシアに入れ込んでいて、でどんどん軟弱になっていく、かつてのまだイタリア半島だけを牛耳っていた頃の質実剛健さっていうんですか、たくましさっていうのをどんどん失っていってギリシアかぶれになっていく。それが加藤さんは本当に許せなかった。待てよと、カルタゴという強大な国がまだ残っているだろう。こんなぬるぬるな生活を続けていたらいつかまたカルタゴが復活してローマやられちゃうぞ、逆襲されちゃうぞと、そういうことをずっと訴え続けていたのがこの大加藤だったわけなんだけれども、ついに彼が動き出します。カルタゴが何度もローマに対して仲裁を仰いでくる。じゃあどんな様子か見に行ってやるよというので、大加藤自身がカルタゴに視察に行くんですね。でびっくりするわけだよ。あれだけコテンパンにやっつけていたのに、いつの間にか復活していて経済的に繁栄しているわけですね。ヌミディアに襲われてるって言ってるけれども、カルタゴの人々の豊かさよ、それを見て、ああ俺の予想は当たったなと、この国生かしといてはいけないと。だからさらにしつこくところでカルタゴは滅ぼさねばならぬとずっと訴え続けたわけですね。さて全151年のことです。第二次ポエニ戦争が終わってちょうど50年が経って、賠償金支払いの期限の年がこの全151年だったわけですね。もともと1万タラントを50年ローンで払うっていうことだったんだけれども、実際には十数年でもう払い終わっちゃってるわけだよ。だけれども手続き上は一応151年、全151年まで払うっていうことになって、この年が来て支払い期限が終わったので、もうこれでローマとの条約は失効したよね。ということは、もう俺たちは軍を増強してヌミディアと戦っていいよね。カルタゴとしては勝手にそう解釈したわけです。実際に困っていたこのヌミディアの侵略に対して、ついに攻撃を仕掛けることになりました。だけれどもなんと、負けちゃうんですね、カルタゴ。完敗してしまった。返り討ちにあってしまうわけです。
するとローマはカルタゴに対してこれは条約違反であろうと、ローマに何も言わずに戦争するなんてのはありえないっていうんで攻め立てることになるわけですね。そして行ったのがいわゆる経済制裁ってやつです。ちょっと可愛く出してみたけれども、まずはカルタゴ貴族の幼児300人を人質として差し出せと、そう言ってきます。カルタゴはローマとはやりたくないので、これを受け入れます。幼児300人がもう泣く泣く母親の手から引き離され、ローマへと連れて行かれることになります。するとローマは、武器全部、船全部、食料ほとんどをローマに差し出せ、なんてことを言ってきます。でもローマとやりたくないカルタゴは、分かりました。戦う意思のない証明として武器全部渡します。船も全部預けます。食料も預けます。だからどうか許してください。全部受け入れるんですね。するとローマは、海岸線から15キロ以上内陸に移住してください。カルタゴ本国を内陸部に移せって言ってきたの。いや、貿易でね、なんとか成り立っているわけですよ。一応農地もあって、美味しい新鮮なイチジクとかなるわけですよ。でも、海岸線から引き離されちゃったら、もう本当に牙抜かれたどころか、胃袋まで取られてしまう、そういう状況になって、これはもう決して受け入れられるような問題ではないわけだよ。もうこれもね、本当になんか、戦前の日本っていうのをね、春の音ですか、あれを思い起こさせるね。絶対に日本が受け入れられない要求っていうのをアメリカは突きつけてくるわけですよ。で、結局日本はアメリカに対して宣戦布告することになるわけなんだけれども、これも同じ。海岸線から15キロ以上内陸に移住しろなんて、カルタゴが受け入れられるわけがない。もうこれはやるしかないと腹くくったカルタゴ、ローマに宣戦布告することになります。無理なんですよ、これは。こうして第3次ポエニ戦争が勃発することになります。前149年のことでした。カルタゴは建国したのが前814年とされているから、700年近くずっとこの地中海世界で繁栄を続けた国です。だからその首都カルタゴも難攻不落のいわゆる城塞都市だったわけですね。3年間の包囲戦に耐えました。だけれども最終的にはスキピオ・アエミリアヌス、いわゆる小スキピオですね。大スキピオと名前同じです。プブリウス・コルネウス・スキピオだったので、その大スキピオと区別するするために小スキピオと呼ばれています。彼の手によってカルタゴは滅亡することになりました。前146年のことです。ほら、また前146年なんだよ。この年非常に重要なの。これでわかるでしょ？後でちょっとまとめるけどね。それはそれとしてカルタゴは滅亡することになります。カルタゴ市民約50万人のほぼ全員が戦いに参加したそうですね。女子供含めて。で、城壁を突き破ったローマ兵がどんどんカルタゴ市内に侵入していくわけなんだけれども、家々にこもったカルタゴ市民はそれこそ最後は花瓶投げるなりしてそこまでして抵抗したそうですね。だけど家は一軒一軒崩されて、中に人がいようがいまいが関係なく崩され、火を放たれ潰されていきます。そしてどんどん中央部へと攻め込んでいかれて、最終的には神殿だけが残った。でその神殿に潜伏していた、立てこもっていたのが最後の5万5千人だったそうで、この5万5千人が降伏することでついにカルタゴは滅亡することになります。降伏した5万5千人は全て奴隷として売り払われてしまいました。これがスキピオ・アエミリアヌス小スキピオとされる銅像ですね。推定なんだけどね。結局こうしてカルタゴの町は徹底的に破壊されることになります。今こうしてカルタゴ遺跡って残っているけれども、本当に完膚なきまでにボロボロにされたそうだね。そして廃墟の後には塩がまかれたそうです。農地、広大な農地があったわけだけれども、ここにも塩がまかれたそうです。なんで塩をまいたのか。塩をまいてしまったらもう種まいても植物育たないでしょ。そういった意味で象徴的な意味を含めて、未来永劫カルタゴは復活させないぞと、そういった意味を込めて塩をまいたんだね。これ
小スキピオとポリビオス。ポリビオスというのは哲学者で歴史学者です。実際、歴史という名前のローマの歴史書いている人ですね。生体循環士官っていうんだけれども、いわゆる王様の支配する時代から貴族たちの世界に変わって、その貴族たちが下党政治っていうんだけれども、要するにごく少数の独裁者が現れる。そしてそれが打ち倒されて民主制が始まるんだけれども、結局民主制はいわゆる州具政治、デマゴーコスになって結局国を衰退させていく。するとその中からまた王様が現れてと。要するに国というのは王様、貴族の専制政治、民主制、そして民主制が堕落してまた王様の時代に戻っていくというね、これを生態循環士官っていうけれども、これを唱えたのがこのポリビウスって人です。ギリシア人でさっき紹介したピュドラの戦い、あの時に捕虜としてローマに連れてこられた人です。で、その後、このシオスキピオが保護することになって、今、カルタゴが滅亡した後、こうして、ポリビウスとシオスキピオが廃墟を歩いている。で、シオスキピオは嘆くんですね。アッシリアはすでに滅び、ペルシア、マケドニアも滅びた。そして今やカルタゴも燃え落ちてゆく。次に滅びるのはローマであろうか。カルタゴが燃え落ちていく、そのシーンをシオスキピオを見て、全然喜んでないんですね。ああ、次はローマがそうなるのかな。実際にこの後、ローマは内乱の1世紀という大変な試練を迎えることになります。はい、というわけで、まとめです。これ主要な都市、そして第二次ポエニ戦争が終結した時のローマの領域が今ピンク色のところだね。これがはい、こんな感じで広大な領域を手に入れたわけなんだけれども、第二次ポエニ戦争が終わったのが全201年、そして今全133年までの話をしたわけなので、だいたい68年間、約70年でこんなに領域を大きく拡大したわけだね。もうほとんど地中海がぐるっと囲まれている状態です。ちなみに周辺の国々どうだったのか。こんな感じですね。まだマッサリアが残っています。まあでもここほとんどもうローマと同盟国でこの後属州にされちゃうけどね。ヌミディアですよ。ちょっとこっちの方に領域が増えたかな。で、結局カルタゴがこれにやられて、それが原因でカルタゴは滅亡することになったそのヌミディアですね。まあここも結局は属州にされちゃうけれども。プトレマイオス朝、相変わらず健在です。セレウコス朝がちょっと残念ね。かなりちっちゃくなっちゃった。この辺今書いてないんだけど、もうこの辺にパルティア来てます。パルティアについてはまたいつかお話をしよう。あと、新しく出てきたのがこのハスモン朝。これユダヤ人たちの世界です。ユダヤ人たちが反乱を起こして、ちょうどセレウコス朝とプトレマイオス朝の間、セレウコス朝が支配していたところだけれども、ここで反乱を起こして、ハスモン朝という独立国家を築き上げました。なんて感じで周辺国もだいぶ変わってきたけれども、ローマが存在感を示しているね。この後どうなってしまうのか。はい、というわけで、今回、だいたい68年間、およそ70年間でどれくらいローマが領域を広げていったのか、そしてついにカルタゴが滅亡した、マケドニアも滅亡した、ギリシャもその支配下に入った、ペルガモン王国もローマの支配下に入ったというわけで、一気にローマの領域が広がっていったわけですが、いかがでしたでしょうか。今回のお話、面白かった、ためになった、そう思っていただけた方は、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。作っている本人、とても喜びます。それはそれとして、今最後にね、全133年という話をしたけれども、ここおさらいだけれども、ペルガモン王国がローマの領域に併合されたのが全133年。それから、ここ、解説では入れなかったんだけど、イベリア半島にぐいっと内陸部に入っていった、ここまで領域広げていったのも、実は全133年のことなんですね。では、全133年って何があった年なのか。
次回はそんなお話から始めていきたいと思います。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。